皆さんこんにちは。このチャンネルでは登山やアウトドアアクティビティの魅力をお届けしています。チャンネル開設から10ヶ月、様々な山に挑戦してきました。その原点は富士登山でした。登山経験ゼロの我々が一度は富士山に登ってみたいという思いから始めた計画。近くの山でトレーニングを重ね、7月にはついに富士山登頂を果たしました。無事に日帰りで山頂に到達した瞬間、その壮大な景色に心を奪われ、登山の虜になりました。今では様々な山に挑戦する日々です。今年は槍ヶ岳登頂を計画しています。この動画をご覧いただいている皆さんの中にも、今年初めて富士山に挑む方が多いことでしょう。この動画では普段登山をしないけど日帰り吉田ルートで富士山登頂を計画するという方に向けて情報をお伝えします。山小屋の予約が取れなかった方も日帰りを検討されてみてはいかがでしょうか。皆様の挑戦が素晴らしいものになるように、我々の経験が少しでも役立てば幸いです。最も登山者の多い吉田口では今年から入山規制が行われます。オフィシャルサイトの情報をまとめましたので見ていきましょう。通行規制について、吉田ルート5合目の登山道入り口にゲートが設置されます。午後4時から翌日午前3時まで峠山道を閉鎖、つまり夜間の弾丸登山ができなくなります。登山者が1日4000人を超える場合も閉鎖されます。こういった規制情報は公式 SNS で随時発信されますのでチェックをしてください。続いて通行料についてです。ゲート通過者は峠山道使用料として1人1回2000円が必要になります。富士山保全協力金1000円、これはこれまで通りですが、任意で、合わせて最大3000円が必要になってきます。事前予約が5月20日からスタートするそうです。山小屋の宿泊予約があれば帰省時でもゲートを通過することが可能です。ただし通行料2000円は必要です。通行予約は任意ですが事前決済が必要です。富士山保全協力金も合わせて決済することができます。続いて注意事項なんですが、通行予約は山小屋宿泊予約ではございません。山小屋は各自、予約してください。予約は登山日前日の23時59分まで可能です。規定数に達すると受付終了です。予約分と当日分の枠があるようです。事前決済後は自己都合によるキャンセルや変更は返金不可です。県の都合で通行できない場合のみ返金されます。はい、というわけで今出ている情報をざっとまとめてみました。日帰りで登山する場合はもう必ず予約しておいた方がいいと思います。特にね、遠方から来てせっかく来たのに登れないとかだったらもう目も当てられないので、予約は絶対するようにしましょう。ただし天候が悪くて登れないっていう場合でも返金はされないので、もうこれはもうしょうがないですね。もう割り切るしかないと思います。参考に昨年の入山者数の多かった日をまとめました。やはり土日やお盆休みに集中するようです。7月16日が、昨年では一番多かった日で、私もこの日に行ったんですが、もう朝のシャトルバスから本当にすごい人で、できるだけ、平日登れる方は平日の計画を組むとかですね、混雑を避ける方が快適な登山が楽しめると思います。続いて富士山のオフィシャルサイトに掲載されている日帰りプランがこちらになります。ざっとこんな流れになるんですけど、これ結構多めに時間を見てるなという感じなんで、実際はこれよりかは短くなるんじゃないかなと思います。気になるのが、朝5時前にスバルライン5合目に到着できる路線バスはありませんとあるんですが、昨年はもっと早い時間にバスがあったような気がします。4時半ぐらいには登り始めてたと思いますので、これはまた事前にバスの時間はチェックをお願いします。できるだけ早く、出発する方がいいと思います。さて、ここからは昨年の富士山に行った時の映像を見ながら解説していきたいと思います。我々は関西からの遠征でしたので、キャンピングカーをレンタルして山梨県まで行きました。登山前日の夕方に山中湖周辺へ少し、ゆっくりしまして、富士山を眺めて、
過ごしていました。でキャンピングカーを選んだ理由というのは高山病対策です。宿泊と違って日帰りで富士山に登るというのは一気に高度を上げますので、やはりこの高山病にいかにならないかということが重要になってきます。でやっぱり最大の対策は寝不足にならないようにということが重要になっているので、普通の車で車中泊するよりもキャンピングカーであれば横に足を伸ばして寝られるので、少しでも回復をして早朝からのシャトルバスに備えることができたということで、非常に良かったかなと思います。で朝2時ぐらいから、列に並んで、オンライン決済できるので、これも絶対にオンラインで買っておいた方がスムーズです。で4時前ぐらいには富士スバルライン5合目に到着しました。目の前に富士山が見えると、いよいよ来たかということで、もうこの日のためにずっと準備してきたので、本当にテンションがもう上がりましたし、無事登頂できるかなというような、不安とワクワクが混在してましたね。まずは高度順号の時間も兼ねて、少し売店を散策していました。すでにもう営業もされてまして、いろいろ買い物もできるので、ここを見てるだけで時間を過ぎますので、高度順応にちょうどいいかなと思います。うまいな。パンパン。もう今パンパンのような気すんねんけどな。これか。ここで金剛杖を購入しました。せっかく登るんでね、焼き印が各地にありますんで、それを集めるのも楽しみの一つかなと思います。奈良県です。奈良県、やけにあれだな、近くない人が多いな。そうですか。いつも千葉とかさ。はい、なるほど。ありがとう。ありがとうございました。富士山アプリやヤマップなど GPS の地図で常に自分がどこにいるかっていうのが見えるようにしておくと、万が一に備えてね、今でもこれだけ人が多くても遭難する方もいるみたいなので、これは絶対にダウンロードしておいた方がいいと思います。いけんの？ここで富士山保全協力金を支払いました。今後はこれが事前に決済できるとなると、ここもスムーズに通れるんじゃないかなと思います。これは任意です。この辺りにおそらくゲートが設けられると思いますんで、果たしてね、どういうオペレーションになるのかなっていうのはちょっと気になりますね。4000人制限ということで、おおよその数字は事前の予約とかで、予約で3000件3000名で、当日枠が1000名らしいので、1000人は当日でもゲートを通過することができるみたいなんですけど、それでもやっぱりどっかで切らないといけないと思いますんで、例えば、極端に言うと4001番目の方とか、4010番目の方とか、本当に入れてもらえないのかとか、何かしら混乱っていうのがあるかなと思うので、この辺りをね、どうさばいていくのかっていうのはちょっと今後の行方を見守りたいなと思います。夜間に登って頂上でご来光を見るっていうのが、定番になっているので、今こうして入場規制とかが行われるようになってるんですけども、この日帰りの場合では登ってる最中にご来光が見れるので、これでも十分綺麗だと思います。頂上からご来光見たことないのでどっちがとは言えないんですけど、歩いてる時でもこの十分感動する景色が、天気が良ければ広がってるので、これも全然悪くないと思います。これは昨年の7月16日なんですけど、本当に天気が良くて暑くてですね、もうすでにここで1枚、脱いでました。で防寒具とかレインウェアとかいろいろ持ってきてたんですけど、結果的には必要なかったんですね。ただ運が良かっただけだと思います。
本当に寒い日とかもう暴風雨とかなったら真夏でも5度とかになるみたいなので、もう必ずレインウェアと防寒具っていうのは携帯しておいてください。でここまでは景色も綺麗で、まだ登り始めでテンションも高いので全然疲れとか何も感じないんですけど、ここからがしんどいんですね。で富士山って本当に誰でも登れる山のようにこう紹介されるんですけど、少なくともこう10時間ぐらい歩き続けられる体力っていうのが絶対必要になってくるので、普段山登りしない方とか体力に自信のない方はもう絶対に近くの山でいいので、ザックを背負ってトレッキングシューズを履いて、できるだけこう富士山本番に近い形で一度山登りをすることを強くお勧めします。ここで金剛杖に夜勤をしてもらいます。でこういう夜勤とか、あとはトイレとか飲み物を買ったりと、何かと小銭を使うことが多いので、すぐに取り出せるようにしておくと便利です。でここからまた延々と岩場を登っていきます。で膝への負担っていうのがじわじわとくるので、膝サポーターなどをつけておくと、少し軽減につながるのでおすすめします。この階段とか岩場とかっていうのは本当に足を上げるだけで本当に疲れてくるので、歩幅を狭くしたりとか、できるだけ疲れない歩き方っていうのもありますんで、事前に YouTube とかネットとかで、調べて練習しておくと当日少しは楽になるかもしれません。で山小屋の周りで、皆さん休憩されてるんですけども、ここで水分補給したりと、少し休んで、また次のチェックポイントまでという流れになっていきます。で、ここの休憩時間っていうのもある程度事前に決めておいて、一定のペースを乱さないようにするのが、疲れにくくなる秘訣です。逆に疲れてないからといって休憩せずに行くとこれもまた良くないので、一定のペースっていうのを守るようにするといいと思います。この日は、500ミリのペットボトルを6本上りだけで消費しました。僕は普段からよく喉が渇くタイプではあるんですけども、ハイドレーションをねザックに装備してたんで、登りながらでも水分補給がこまめにできたので、快適に登れたなと思います。トイレは、上りと下りで1回ずつ行きました。歩いてる間にね汗をかいていくので、それほどトイレに行きたくはならないんですけど、行きたくなったとしてもね富士山には綺麗なトイレが各地にありますんで、そこは安心かなと思います。であとはですね、この日焼け対策っていうのも超重要です。見ての通り日差しを遮るものが何もないので、ずっと炎天下歩き続けることになります。で基本的には長袖長ズボンで肌を露出しないようにするっていうのが前提で、日焼け止めクリームなんかも、全身にくまなく塗ってたんですが、首の後ろが塗りが甘かったようで、もう次の日本当に大変でした。で砂ぼこりも結構あるので、サングラスとか、マスクのようなものもあるといいかもしれません。でこれを言っちゃおしまいなんですけど、富士山って正直言うと登っててあんまり楽しい山ではないなと思います。富士山後にいろんな山に行くようになってより思うんですが、基本的に景色がずっと変わらないんですね。で上を見上げるともう延々と道が続いているということで、本当にただただしんどいですけど、ただこれが日本一かというのを体感するという意味では、富士山に登るっていうのはそれだけで意味があるかなと思いますんで、これはもう黙々とただただ無心になって登るだけです。で初心者でも
もうとにかく黙々と登るだけで 3000m 級に到達できるっていうのは本当にこうすごいことで、さすがにこの辺になってくると本当に呼吸が苦しくなってきます。8合目超えたあたりから、ちょっと呼吸が苦しくなってくるので、鼻から吸って口から吐いて、とにかくこのしっかり吐くっていうことが重要なんですね。でもう少しずつですが登って、いよいよこの鳥居が見えた時にはもう本当に達成感が溢れてきました。で我々の場合は11時までに山頂に着いたらお鉢巡りがギリギリできるかなと考えてたんですけども、思った以上に、ペースがゆっくりになってしまったっていうのもあって、12時に到着しました。山頂ではいろんなご飯を食べることができるんですけども、もう我々はカップヌードルを食べたいというふうに決めてましたので、山頂でカップヌードルビッグをいただきました。もう本当にこれまで食べたカップヌードルの中でも多分一番美味しかったと思います。山頂には自動販売機もありますので、下山の時のドリンクをここで調達しました。1本500円するんですが、ここで調達することを前提にしておいて、少しでも上りの、荷物を減らす方が、体力温存につながるかと思いますので、ぜひ活用されることをお勧めします。ただ売り切れっていう場合もあるので、そのあたりはね、少しね余裕を持った計画をしておいてもいいかもしれません。山頂で1時間ほど過ごした後、下山を開始しました。下山の方が早いんですけども、下山は下山でまた別のしんどさがありますので、あんまり楽観的に考えると本当にしんどいです。で登山全てに言えることなんですけど、登りはまだ頂上という目標があるので、こう疲れてもまだ前っていうことなんですけど、下山って本当にただ帰るだけなので、やはり事故とかも起こりやすいですし、油断しやすいんですね。でこの富士山の下山も砂がすごく滑ってですね、歩きづらいんです。で靴の中にこう石とか砂が入らないようにゲーターというものを装着する方がいいんですけども、これもあんまり安物を買うと、擦り切れてしまったりということで使い物にならないので、これもね事前に、一度使ってみるのをお勧めします。下山はだいたい3時間から4時間ぐらいで、到着すると思います。本当にねこれで帰ってきたなということで、疲労困憊ではあったんですけども、達成感に包まれておりました。で下山後、ザックのポケットというポケットからこの砂がめちゃくちゃ出てくるので、もし雨用のカバーとかがねあれば、それを装着しておくと、砂ぼこりから守れるのでおすすめです。はい、以上が我々の富士登山の様子でした。いろいろ運も良かったと思います。で今年は、さらにこうシステムも変わったりと、いろいろと事前の計画っていうのがより重要になってくると思いますので、しっかりと準備をして、ぜひ挑戦される方は山頂まで行って景色を楽しんでください。最後までご視聴ありがとうございました。